ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今緊急で動画を回してるんですが、今回の動画では重要なお知らせをまず動画の前半でさせてもらいます。で、その後に世界中の73本のボールペンを全て紹介をしていきます。前置きは短くやっていこうと思うので、まずは重要なお知らせからしていきます。この度、私シーサーの3冊目の書籍を発売することになりました。その名も、シーサーのボールペン辞典。価格は税込み2090円。12月6日発売。発売は12月6日なんですけれども、Amazon では予約がもう開始されているので、予約できる Amazon リンクは動画説明欄に貼っておきます。出版社は実務教育出版さんです。2021年に発売した1冊目のシーサーのすごいペン解説と同じ出版社さんです。今回のボールペン辞典なんですけれども、僕にとってかなり思い入れが強くて、めちゃくちゃ時間をかけて作った自信作となっています。今回の動画の前半では、どんな書籍なのかっていうのを紹介していきます。で、動画の後半では実際にこの本に登場する73本のボールペンを全部紹介していきます。かなりのボリュームになると思うんですけれども、この本と動画を見ていただければ、世界中のボールペンについて、まんべんなくね、詳しくなれると思うので、ぜひ皆さんの知識欲をこれで満たしていただければと思います。これまで僕は3冊本を作ってきました。1冊目がシーサーのすごいペン解説。出版社は実務教育出版。2021年に発売されました。で、2冊目の本はシーサーの木軸ペン図鑑。出版社は主婦の友社。こちらは2023年の10月に発売されました。で、3冊目が今回紹介するシーサーのボールペン辞典となります。今回のボールペン辞典の一番大きな特徴としては、ボールペンだけにフォーカスを当てたレビュー本になっているというところです。とにかくレビュー、世界中の定番のボールペンを73本ですね、集めて、片っ端からレビューしております。今回本のページ数上を73本に厳選したんですけれども、僕がね、定番だと思うペンを独断と偏見でセレクトしたメンバーとなっています。73本ということで、さすがの僕でも全部が全部ね、持っているわけじゃないので、持ってないものはメーカーさんから特別にお借りしてレビューをさせていただきました。なので僕の動画を全部見たことがある人でも新鮮な内容になっているかなと思います。で、これまで僕が作ってきた本の中で最も細かい部分までレビューした本となっています。ちょっとね、見開きのページを特別にお見せしますと、こんな感じになっていまして、左のページにはペンの写真とか、あとスペックとかが書かれています。で、右側のページは文章になっているんですけれども、ここで詳しくレビューをしているといった感じですね。ペンの写真もいろんなアングルから撮影をしております。あとここはね、分解した写真ですね。なかなかマニアックかもしれないんですけれども、どんなリフィルが入っているのかとか、ネジの部分の素材はどうなっているのかとかっていうのが詳細にわかるようになっています。もちろん重心の位置だったり、ペンの全長、太さ、重量も全て掲載をしております。この見開きの部分で一番見てほしいのが、この十二角形のレーダーチャートですね。これは僕が実際に使ってみた感想を5つ星評価をして、それをレーダーチャートでまとめたものになっているんですけれども、12項目っていうね、動画でもやらないぐらいの量の評価をしております。ボールペンのボディの評価だけじゃなくて、中に入っているインクに対しても評価をしております。なので、このレーダーチャートを見ていただければ、このペンは総合力が高いのか、それとも偏りがあるのかっていうのが一目でわかるようになっています。この評価項目っていうのを今回掲載する73本のペンすべてにポイント付けをしております。いや、これね、本当にめちゃくちゃ時間がかかって大変でした。実際に普段使っている A4 のコピー用紙にね、ひたすら書いて試してはっていうのをやって、これは星3つだな、これは星2つかな、みたいな感じで徹底的にレビューをしてきました。今回掲載するペンの中には、メーカーさんからお借りをしたペンたちもあるんですけれども、もちろん公平性を保つために一切忖度をせずフラットな視点で僕がレビューしました。プロモーション目的っていうのも一切この本にはないので、安心して読んでいただけたらなと思います。今回掲載する73本のボールペンの価格帯としては、一番安いので110円。で、一番高いので12万1000円となっています。で、油性ゲルインキボールペン、水性ボールペンまで、ここまでね、幅広くボールペンについてバカ正直にレビューする本っていうのは、この本がおそらく初めてだと思います。
では今回掲載をする73本のボールペンをすべて動画で紹介していきます。早速やっていきましょう。1本目、ロメオナンバー3のボールペン細軸でございます。税込み 14,300 円。回転繰り出し式のゲルインクボールペンとなっています。こちらはとにかく美しすぎながらもとにかく書きやすい、そんな究極のボールペンとなっています。ロメオは伊東屋のオリジナルブランドとなっているんですけれども、非常にデザインにこだわったボールペンとなっていて、ボディの部分にはマーブル模様のレジンが使われています。ここの転換を回すことでインクを出すことができるんですが、この部分も腕時計のリューズをモチーフにしています。ギザギザとしているので回しやすいですね。このペンは重心の近くに重さが集中しているので、とにかくね、書きやすいんですよね。もう見た目だけじゃなくて、この書きやすさっていうのも非常に魅力的なボールペンとなっています。2本目、工房節のフィーネペンカリン紅白でございます。税込み 16,500 円。ノック式の油性ボールペンとなります。工房節は岐阜県にある木の文房具を作っている工房さんです。厳選した木材だけを使っているというのが特徴で、非常に変わった美しい木目を楽しむことができる、そんな工房さんとなっています。こちらのフィーネペンは、後ほど紹介するルーチェペンよりもスリムでコンパクトなボディとなっていて、持ち運びに特化したモデルとなっていますね。ショートボディということで取り回しも結構軽快で書きやすくて、非常に実用性の高いモデルとなっています。3本目、工房節のルーチェペンのマーブルウッドでございます。税込み 11,000 円です。ルーチェペンは工房節を代表するボールペンのモデルとなっています。工房節のシャーペンであるペンシル節のデザインと結構似ているってこともあって、シャーペンとボールペンどちらもね、一緒に使いやすいデザインとなっています。かなりの太軸ボディなんですけれども、これだけ広い面積に美しい木軸が使われているってことで、すごい木軸コレクターの僕からしたら集めるのが楽しい、そんなペンとなっています。4本目、コクヨのローラーボール WP-F200 でございます。税込み 4,400 円。キャップ式の水性ボールペンです。こちらはメーカーさんからお借りしました。コクヨの WP シリーズっていうのはファインライターっていうのとローラーボールっていうこの2つがありまして、先月の10月に発売されたばかりのモデルとなっています。ちょっと普通のボールペンのデザインとは一線を画したこだわりを感じるデザインとなっているのが特徴で、ここのグリップは透明な樹脂になっているんですけれども、この中に入っている金属製のリフィルが透けて見えるようになっています。で、この先端の口金のところも三角形に削ぎ落とされたようなデザインになっていて、非常にシャープでかっこいいデザインになっていますね。クリップは可動式クリップになっているので、分厚いものもしっかりと挟むことができます。こちらは水性インクが搭載されているんですけれども、水性インクの中でも本当にトップクラスにドバドバとインクが出る、そんなインクのフローがね、楽しいボールペンですね。ペンを走らせる速度を調整することで、このインクの排出量が調整されるってことで、書いた文字に濃淡を出しやすいってところで非常に表現力の高いボールペンとなっています。5本目、サクラクレパスのサクラクラフトラボ001でございます。税込み 5,500 円。回転繰り出し式のゲルインキボールペンとなっています。新しい懐かしいを作るをコンセプトに立ち上げられたサクラクレパスの高級ペンシリーズサクラクラフトラボ。今では合計8種類もラインナップされているんですが、その中で一番最初に登場したのがこちらの001でございます。非常にアンティーク感のある味のあるデザインが特徴です。グリップは真鍮が使われているので、ちょっとね、握っていると指が金属臭くなってしまうので、そこは注意が必要ですね。この天井のところを回すとインクが出るんですけれども、この部分の作りなんかがすごいね、しっかりとしていて、非常に細部までこだわった高級ボールペンとなっています。6本目、サクラクレパスのサクラクラフトラボ002でございます。税込み 2,420 円。回転繰り出し式のゲルインキボールペンとなっています。こちらはクラフトラボの中でも2本目のシリーズとなっているんですけれども、こちらのキャッチコピーは大人のクーピーです。誰もが使ったことがあるこのクーピーペンシルっていうのをモチーフにしたカラーとなっていまして、どこか懐かしさを感じるデザインというのが特徴です。
ボディはブラスト加工がされたようなちょっとねザラザラとした触り心地になっているので、握った時もねなぜか落ち着くんですよね。こう見えて結構取り回しも軽快で書きやすかったですし、勉強でも仕事でも幅広く使えるボールペンかなと思います。7本目、サクラクレパスのサクラクラフトラボ006でございます。こちらのキャッチコピーは作るをデザインするです。このペンの面白いところはボディとコア、それからクリップとリフィル、この4つからそれぞれ自分好みにカスタムをして作り出すことができるんですよね。今回僕はこのクラシックブラックのボディとパイプウッドのコア、それからゴールドのクリップで、リフィルはブラウンブラックを選択しました。こちらはメーカーさんから特別にお借りしました。組み合わせるパーツによって価格が変わってくるんですけれども、今回掲載するこちらの組み合わせだと合計で税込み 34,870 円となっています。結構高いですよね。こちらはキャップ式のゲルインキボールペンとなっているので、使い始めるときはキャップを取り外してこのような感じでね書くといったペンとなっています。このブラックの部分は光沢のあるボディとなっているので、僕的にはマットブラックのボディがあってほしかったなと思いました。あとこのペンすごくねでかくて重たいんですよね。カスタムパーツで変えれるってことはすごく面白いんですけれども、ちょっとグリップのところの段差も気になりますし、あんまり実用性は高くないボールペンですね。究極に趣味性の高いボールペンとなっています。8本目、サクラクレパスのボールサイン ID でございます。税込み220円、ノック式のゲルインキボールペンです。こちらはメーカーさんからお借りしました。ボールサイン ID の特徴としては、ブラックを基調にしたインクが6種類展開されているってところなんですよね。純粋なブラックのインクもありますが、それに加えて赤色とか緑色がちょっとだけ混ざったね、色もあるということで、黒色の中にさりげなく好みを反映させることができるボールペンとなっています。このボールペンはノック感がね、僕すごく好きで、非常に押し応えのあるノック感だけど抵抗が少なくて、ノック音もねカチッといったこの乾いた音の感じもねすごくね好きでした。あとボディの部分はただただ円になっているってわけじゃなくて、ちょっとねスパッと平面に切られた部分があって、そのおかげで握っている時に手にフィットするような形状になっています。普段使いしやすいそんなゲルインキボールペンとなっています。9本目、サンスター文具のミュートンでございます。税込み264円、ノック式のゲルインキボールペンです。こちらもメーカーさんからお借りしました。こちらのペンの名前にミュートっていう文字が書かれている通り、非常にノック音を小さくしたノック式のボールペンとなっているのが特徴です。今回掲載するボールペンの中で最もノック音が小さいボールペンだなと思いました。ノック感としてはちょっとグミをね噛んでるようなグニュっていう感じのノック音で、乾いたような気持ちいいノック感はないんですけれども、非常に音が抑えられているということで、どこでも使いやすいボールペンになっています。それからゲルインクボールペンということもあって、インクの出も発色もいいですし、どこでも使いやすいボールペンとなっていますね。10本目、セーラー万年筆のプロフェッショナルギアインペリアルブラックのボールペンでございます。税込み 12,100 円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらもメーカーさんからお借りしました。セーラー万年筆っていうブランドは広島県の呉市から始まった日本初の国産万年筆ブランドでございます。セーラーといえば万年筆が有名なんですけれども、こちらのボールペンはプロフェッショナルギアっていう万年筆のデザインをベースにしたボールペンとなっています。このボールペンすごいかっこいいなと思うのが、艶消しのブラックのボディにガンメタルの金具がついているってところです。かなり落ち着いた色味になってて、僕すごいねこの組み合わせ好きなんですよね。回転繰り出し式なので、回した時の音も静かで安定感が高いっていうのも特徴かなと思います。11本目、ゼブラのサラサグランドでございます。税込み1100円のノック式のゲルインキボールペンです。こちらのサラサグランドは後ほど紹介するサラサクリップの高級モデルといった位置づけです。ボディは全身真鍮でできているので結構ずっしりとしていますね。表面の質感も非常にマットでザラザラとしたような感じで、かなり質感の高いサラサとなっています。高級なサラサではあるんですけれども、中に入っているインクはサラサクリップと全く同じものが使えるので、ランニングコストはどちらも変わらないっていうのが魅力かなと思います。12本目、ゼブラのサラサクリップでございます。もうサラサはね、知らない人がいないんじゃないかなっていうぐらいもう有名なボールペンですよね。サラサクリップは2003年に発売されました。
非常にカラーバリエーションが多いゲルインクボールペンっていうのが特徴で、ノートをカラフルにまとめたり、あとはね、書類とかをね、綺麗に書くことができるっていうのが特徴です。今回掲載したカラーは、サラサクリップの中でもヴィンテージカラーっていうのがあって、その中のキャメルイエローでございます。このボディの色とインクの色が一緒になっているのが特徴で、使いたい色をすぐに識別できるっていうのが魅力かなと思います。13本目、ゼブラのフィラーレウッドでございます。税込み2750円。回転繰り出し式のエマルジョンインクとなっています。ゼブラのフィラーレっていうシリーズがあるんですけれども、その中でも高級モデルなのがフィラーレウッドです。でも高級モデルといっても2750円で購入できるので、そこまでね、すごい高いボールペンっていうわけじゃないんですけれども、この価格の割には質感も結構良くて、結構高見えする、そんなボールペンかなと思います。グリップの部分にはブナの木が使われています。このペンの中央のリングのところは金属のヘアライン加工が施されているので、この木目と金属のね、この組み合わせっていうのがかっこいいなと思いますね。14本目、ゼブラのブレンでございます。税込み165円ですね。ノック式のエマルジョンインクとなっています。こちらのブレンは名前の通りブレを抑えたボールペンになっています。ブレを抑えるために3つの工夫がされていて、1つ目が先端のぐらつきを小さくするためのダイレクトキャッチ。で、2つ目がグリップの内側に金属パーツを配置して低重心にすることで筆記時のブレを防ぐことができます。で、3つ目はそれぞれのパーツの隙間を小さくすることで内部振動を小さくできるといったノイズフリー設計。この3つでございます。たった165円で買えるのに、ここまでこだわったボールペンっていうのはなかなかないなと思います。かなりね、実用性も高いですし、コスパも最強な、そんなボールペンとなっているかなと思いますね。15本目、トンボ鉛筆のズーム C1 でございます。税込み7700円。ノック式の油性ボールペンです。トンボ鉛筆が展開するデザイン文具ブランドズーム。そんなズームは結構昔からねあったんですけれども、2023年にリブランディングっていうのがされまして、そのリブランディングの最も象徴的なモデルがこちらの C1 でございます。こちらの C1 のキャッチコピーは空白をノックする。このペンのノック部分を見ていただくと、まるで浮いてるかのようなデザインとなっています。クリップの部分もしっかりと開く可動式になっているので実用性が高いですね。クリップを開こうとするとこのノックパーツも一緒に動くっていうね、すごい斬新なデザインとなっています。ボディにはジュラルミンというね、アルミ合金が使われているので結構軽くて取り回しも軽快な、そんなボールペンとなっています。ちょっと高額なボールペンなんですが、クリエイティブな作業をしたいとか、そういった方におすすめできるボールペンかなと思います。16本目、トンボ鉛筆のズーム L1 でございます。税込み4400円。キャップ式のゲルインクボールペンとなっています。トンボ鉛筆のズームには C と L がついた2つのシリーズがあるんですけれども、先ほど紹介した C1 の C はコアの略で、ズームシリーズの本質を追い求めたズームの中心となるライン。で、こちらの L1 の L はライトの L となっていまして、ズームの中でもエントリーラインといったね、そんな位置づけのモデルとなっています。このボディの部分は外側が透明な樹脂で、内側はシルバーのね、メッキが施されているんですけれども、その2層構造のボディが作り出すこの奥行きっていうのがね、面白いデザインとなっています。水性ゲルインクなんですが、かなりインクのフローが良くて抵抗が少なくて、本当にスラスラと書けるボールペンですね。17本目、トンボ鉛筆のズーム L2 でございます。税込み3520円、ノック式の油性ボールペンとなっています。全体的にくびれたデザインというのが特徴で、それぞれのパーツどれも非常に特徴的な形状になっているんですよね。このノックキャップも先端に行くほどね、すぼんだような形状になっていたり、ボディの部分はスパッと刀で切られたような平面が設けられていたり、非常に独特なデザインなんですが、組み合わさると一体感が出る、そんなデザインとなっています。ボディの表面にはネオラバさんというラバータッチ系コーティングが施されているので、すごい触った感じも滑りにくくて、触り心地も非常に気持ちいいです。こう見えて結構書きやすいボールペンでもありまして、非常に実用性の高いボールペンでした。18
本目、トンボ鉛筆のモノグラフライトでございます。税込み220円。ノック式の油性ボールペンです。このボールペンはコスパ最強の傑作ボールペンだなと思います。今回掲載する73本のボールペンの中で最もレーダーチャートの面積が広いんですよね。非常にトータルバランスの優れたボールペンになっています。このペンはペン先見やすく綺麗に書けるというのをキャッチフレーズにしています。業界最長である全長 5.2mm のニードルチップがペン先に使われていたり、グリップには高密度テクスチャーグリップっていうのを採用して、ラバーグリップなのにちょっとローレットグリップみたいな感じの非常にグリップ力のあるラバーグリップが採用されています。で、ペン先のガタつきもかなり抑えられていて、本当に書きやすさを追い求めた、そんなね、非常に実用性の高いボールペンとなっています。19本目、野原工芸木のボールペンスタンダードタイプ、スタビメープルコブ2色半紋クシャク色でございます。税込み 27,500 円。ノック式の油性ボールペンとなっています。僕がボールペンの中で一番気に入っているのが、この野原工芸の木のボールペンスタンダードタイプなんですよね。野原工芸は長野県南木曽町にある主に木のペンを作っている工房さんなんですけれども、木軸ペンブランドの中でもレジェンド的な非常に人気のある工房さんでございます。こちらのスタンダードタイプは後ほど紹介する野原工芸のスリムタイプよりもちょっと太めなボディになっていて、太めなのでがっしりとね握ることができます。こちらのインクにはパイロットのアクロインキが搭載されていて、非常に完成度の高いインクが搭載されているんですよね。ボディには金属がたくさん使われているってことで、すごいずっしりとしたこの剛性の高さっていうのを楽しむことができます。このボディの作りの良さとインクの良さ、この2つがね掛け合わさっているので、本当に最強のボールペンなんですよね。今回掲載したのは半紋クジャク色金具っていう限定金具が使われたモデルとなっていて、かなり存在感のあるねボールペンになっていますね。20本目、野原工芸木のボールペンスリムタイプの木肌縮み木でございます。税込み 9,900 円。ノック式の油性ボールペンとなっています。先ほどのスタンダードタイプよりもスリムなボディが特徴のスリムタイプ。スリムタイプは少しでも細くして持ち歩きやちょっとした時の出し入れをスマートにといった製作コンセプトがありまして、どこでも使いやすいそんなボールペンになっています。こちらのスリムタイプは同じくパイロットの油性インクが使われているんですけれども、スタンダードタイプとは違ってアクロインキではないんですよね。なのでちょっとインクのクオリティがアクロインキと比べると劣るかなといった印象があるので、個人的には迷ったらスタンダードタイプの方がおすすめです。21本目、野原工芸木のボールペンロータリータイプの特上黒書きでございます。税込み 19,800 円。回転繰り出し式の油性ボールペンとなっています。野原工芸が2019年に発売した回転繰り出し式のボールペンロータリータイプ。ノック式とは違ってリフィルをこの繰り出す時の音が全く出ないのでエレガントに使えるのが特徴です。ロータリータイプは非常にコンパクトなボディになっているので手帳に挟んで持ち歩いたり、あとはスーツの胸ポケットに挟んで持ち運ぶこともできます。ビジネスシーンで使える数少ないフォーマルな木軸ペンかなと思います。22本目、パイロットのアクロドライブでございます。税込み 3,300 円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。パイロットのボールペンにはアクロシリーズっていうのがありまして、その中で最も高級なモデルがアクロドライブとなっています。ボディには真鍮が使われていてずっしりとしたのが特徴です。中に入っているインクはアクロインキとなっていまして、従来よりも5分の1の粘度に抑えた油性インクが搭載されているということで、非常に摩擦の少ない滑らかな書き味が特徴です。まるで自動車を運転するかのような滑らかな書き心地からアクロドライブと名付けられました。こちら僕は大学の入学祝いでいただいたボールペンなんですけれども、本当にねギフトとしてもおすすめできる総合力の高いボールペンとなっています。23本目、パイロットのジュースアップでございます。税込み220円。ノック式のゲルインキボールペンとなっています。シーサーがゲルインキボールペンの中で一番おすすめなものは何なのかと聞かれたら、僕はねジュースアップと答えます。それほど滑らかな書き心地っていうのがね虜になってしまうんですよね。ペン先には新開発のシナジーチップっていうのが使われていて、一般的なペン先のチップとはまた違う作り方をすることで耐久性が高くペン先の視界もいいので非常に細かい文字を書くことができます。
それからインクも特殊配合された新顔料のゲルインキが搭載されているということで、本当にゲルインキボールペンの中でもトップクラスで滑らかに書くことができるモデルとなっています。24本目、パイロットのタイムラインエターナルでございます。税込み5500円。回転繰り出し式の油性ボールペンとなっています。パイロットのタイムラインのボールペンはもう変態的なボールペンなんですけれども、どこが変態的かというと、このペン先が丸ごと収納できるっていうギミックですね。このグリップのところを回すと口金が登場します。で、さらにもうちょっと回すとリフィルが登場するといったこの2段階のアクションになっているボールペンっていうのが本当に唯一無二だなと思います。グリップの部分にはマーブル模様のレジングリップが使われているので、非常にこれも美しくて見てるだけでうっとりとしてしまいます。インクはパイロットのアクロインキが搭載されているので、インクのクオリティも非常に高くなっています。25本目。パイロットフリクションボールノックゾーンのウッドグリップバージョンでございます。税込み2200円。ノック式のフリクションインキが搭載されています。フリクションは皆さんご存知の消せるボールペンなんですけれども、そんなフリクションの中でも最新モデルなのがこちらのフリクションボールノックゾーンでございます。これまでのフリクションってインクの色がすごい薄い印象があったんですけれども、こちらに搭載されているフリクションインキは従来よりも少し濃くなったインクとなっています。一般的なボールペンと比べたら少し薄めなインクにはなるんですけれども、消せるっていう利点を考えると結構魅力的なんじゃないかなと思います。あとは中のリフィルを金属製のリフィルに変えることでインクタンクの容量が増加しております。なので濃いだけじゃなくて長く使えるっていうのも魅力ですね。あとはペン先の部分は三つ股状のパーツでがっちりとペン先をホールドしているので、ボールペンでよくあるカチャカチャとしたね、ペン先のガタつきというのも抑えられております。ボールペンを決して使いたいっていう人にはすごくね、刺さる商品なんじゃないかなと思います。26本目、ペンテルのエナージェルインフリーでございます。税込み253円。ノック式のゲルインキボールペンです。こちらはメーカーさんからお借りしました。ペンテルのエナージェルはスッとかけてサッと乾くというのをキャッチフレーズにしております。なのでゲルインキボールペンなんですけれども、インクのフローはね、すごく良くてドバドバと出るんですけれども、でも3秒経てばしっかりと乾くんですよね。なのでその速乾性の良さっていうのもこのペンの魅力かなと思います。あとはこの透明感のあるね、ボディもすごく美しいですよね。今回ターコイズブルーっていうカラーを掲載するんですけれども、リフィルの色もターコイズブルーになっているので、このボディを見るだけで何色かっていうのもすぐに識別することができます。大人でも全然使えるようなそんなゲルインキボールペンとなっているので、今回お借りしたんですけれども、これ普通にね欲しいなと思いました。27本目、ペンテルエナージェルフィログラフィーでございます。税込み2200円、回転繰り出し式のゲルインキボールペンです。先ほど紹介したエナージェルインフリーの上位モデルというか高級モデルとなっていますね。ボディには真鍮が使われているのでかなりずっしりとしています。エナージェルのペン先の部分はニードルチップが採用されているので、ペン先が細くて非常に書いてる時の視界がいいというのも特徴です。エナージェルフィログラフィーのフィロっていうのは愛する。で、グラフィーが書くっていうね、そういう言葉を組み合わせた造語になっておりまして、なのでフィログラフィーは書くことをもっと好きになってほしいというメッセージが込められています。28本目、ペンテルのカルムの単色ボールペンです。税込み165円。こちらはメーカーさんからお借りしました。ノック式の油性ボールペンです。穏やかなとか静かなという意味を持つカルム。その名の通り非常に静かなノック音が特徴のボールペンです。ノックした時のボールペン内部の部品衝突っていうのを穏やかにしていて、それによって一般的なノック式のボールペンよりも静かなノック音となっています。先ほどのサンスターのミュートンと比べるとノック音はちょっと大きいんですけれども、でもノック式のボールペンの中ではかなり抑えられたノック音かなと思います。グリップの部分は一眼カメラの持ち手みたいにちょっとね、革のような握り心地になってて、すごいね、握ってて気持ちがいいなと思います。使ってて優しさを感じる、そんなボールペンでした。29本目、ユニジェットストリームエッジ、税込み1100円。ノック式の油性ボールペンです。こちらのボールペンの特徴は世界で最も細い油性ボールペンです。
わずかボール径が 0.28mm となっていまして、現状これが最も細い油性ボールペンとなっています。ペン先の部分はポイントチップといって尖った形状になっているので、ペン先の視界が良く細かい文字を書くことができます。このボールペンのデザイン自体もエッジの効いたかっこいいデザインになっていて、筆箱に入れて使いたくなるそんなボールペンかなと思います。ただ注意してほしいのは、このグリップのところがね、結構滑りやすいんですよね。もうちょっとグリップ力高かったら良かったなと思います。30本目、ユニジェットストリームラバーボディ。税込み275円、ノック式の油性ボールペンです。全体的にペンがラバーでコーティングされているので、グリップ力の高いモデルとなっています。ジェットストリームっていうのはもう誰もがね、皆さん聞いたことがあるかと思うんですけれども、非常に滑らかで速乾性が高く、で、なおかつ濃いインクが使われています。こちらは本当に無難な油性ボールペンですね。31本目、ユニジェットストリームプライムノック式シングル、税込み2420円。こちらもノック式の油性ボールペンです。こちらはメーカーさんからお借りしました。ユニのジェットストリームシリーズの中で高級モデルに位置するのがジェットストリームプライムなんですけれども、その中のノック式のボールペンがこちらでございます。やっぱり高級モデルってこともあって、ノック感がすごく上質で、なかなか癖になります。ただ個人的に気になるのは、このクリップの上部にあるこの宝石を模したパーツですね。これがちょっと安っぽいっていうか、なんか言い方悪くするとおもちゃっぽく見えてしまうので、僕的にはこれない方が良かったかなと思います。32本目、ユニジェットストリームプライム回転繰り出し式シングルでございます。税込み3300円。回転繰り出し式の油性ボールペンとなっています。こちらはジェットストリームプライムというね、高級ラインなんですけれども、ジェットストリームシリーズの最高峰モデルとなっています。さっきのノック式よりも高額になっていて、かなり作りにこだわったモデルとなっています。このボールペンはね、僕的には本当に傑作モデルだなと思ってて、過去に僕が作った万能ボールペンのね、動画でも1位に輝いたほど本当にお勧めしているボールペンでございます。デザインで特に大きな特徴はないんですけれども、流線形のボディで非常に握りやすくて、でそれぞれのパーツの作りが非常にいいんですよね。中に入っているリフィルは G2 規格のジェットストリームが入っているということで、汎用性の高いリフィルっていうのも特徴かなと思います。社会人になった方がなんか商談とかでね、いいボールペンを使いたいなと考えている方は、本当にこれがおすすめです。33本目。ユニピュアモルトでございます。こちらは太軸モデルですね。税込み1100円、ノック式の油性ボールペンです。こちらはメーカーさんからお借りしました。三菱鉛筆のピュアモルトっていうのはサントリーのウイスキーの樽から作られた木軸のペンのことでございます。50年近くウイスキーを作るために使われた樽としての役割を終えて、新たな命が吹き込まれたそんなペンとなっています。価格も1000円で買えるので、木軸の中では結構お手頃ですね。ピュアモルトの1000円モデルはダークブラウンとナチュラルの2色展開なんですけれども、今回掲載するのはナチュラルでございます。34本目、三菱鉛筆のユニボール1でございます。税込み132円、ノック式のゲルインキボールペンです。ユニボール1の特徴としては、とにかく濃いゲルインキボールペンというところですね。なんとユニボール1の黒色のインクが世界で最も黒いゲルインクボールペンとしてギネス世界記録に認定されたほどなんですよね。それほど発色の良さに特化したボールペンでノートをきれいに書くことができます。今回掲載したのはブラックなんですけれども、黒以外にもいろんなカラーがあるので、ノートをきれいにまとめたいという方はチェックしてみてください。35本目。無印良品のサラサラ×ゲルインキボールペンノック式でございます。税込み120円、ノック式のゲルインキボールペンです。こちらは無印良品の文房具コーナーに置かれているボールペンですね。僕無印良品行ったら絶対に文房具コーナー寄っちゃうんですけれども、その中でも一番定番なボールペンがこちらかなと思います。このボールペンはもうとにかく無印デザインですよね。この無印らしい半透明なデザインと肌色のシールが貼られているってことでめちゃくちゃ無印なんですけれども、こちらはゲルインキボールペンになっていて、カラーバリエーションが全部で16色もあるんですよね。なのでノートまとめとかでも使えるボールペンですね。実際使ってみても本当に無難な書きやすさだなといった感じで、本当にどこでも使えるそんなボールペンかなと思います。ということで日本のブランドのボールペンを全て紹介してきました。続いてはですね、海外のボールペンを紹介していこうと思います。それではやっていきましょう。36本目。
IWI のフュージョンカーボンブラックでございます。税込み2860円。ノック式のゲルインキボールペンです。IWI っていうブランドは台湾の文房具ブランドなんですけれども、かつて欧米の筆記具ブランドの OEM の生産を請け負っていた企業なんですよね。なのでその時に培った筆記具製造のノウハウをこの自社のねブランドで活かしているといった、そんなブランドとなっています。こちらはボディの部分にカーボンが使われているってことで、かなり男心くすぐられるデザインとなってて、全体的にねマットブラックな質感っていうところもまたかっこいいですよね。27g と結構重たいので、めちゃくちゃ使いやすいわけではないんですけれども、カーボンっていう変わった素材が使われているっていうところもすごく面白い、そんなボールペンかなと思います。37本目、アウロラオプティマでございます。価格が税込み65,500円。回転繰り出し式の油性ボールペンとなっています。こちらはメーカーさんからお借りしました。アウロラのペンはこのチャンネルでは初登場のブランドとなっています。アウロラはイタリアで最初の万年筆メーカーとして誕生した筆記具ブランドとなっています。アウロラは夜明けとか黎明っていう意味がありまして、イタリアの筆記具界の夜明けを率いてきた、そんなブランドです。アウロラの中でもこちらのオプティマっていうモデルがね、代表的なモデルかなと思うんですが、なかなかに美しいボディですよね。このボディの部分にはアウロラ独自のアウロロイド樹脂というのが使われています。非常に発色のいい大理石みたいなデザインで、他にはないデザインですよね。中央の装飾リングにはアウロラの文字と、それを挟むように古代ローマのグレカパターンというのがデザインされています。これを見ればすぐにアウロラとね、わかる、そんなトレードマークになっています。ボディが樹脂ということで比較的軽いので取り回しも結構良かったですね。ずっしりとしたボールペンではないんですけれども、実用性の高いボールペンかなと思います。38本目、ウォーターマンエキスパートエッセンシャルブラック GT でございます。税込み18,700円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらもメーカーさんからお借りしました。ウォーターマンは現在の万年筆の基礎を築いた世界的な筆記具ブランドとなっています。なので非常に万年筆にルーツのあるブランドです。エキスパートにも万年筆のモデルがあるんですけれども、こちらは万年筆のデザインを踏襲したボールペンとなっています。ウォーターマンの中でもこちらのエキスパートが代表的なモデルとなっていて、結構営業の方のこのスーツの胸ポケット見てみると、このボールペンがね入っている割合が高いんですよね。それほどビジネスマンにとっても定番のボールペンとなっています。このボールペン僕が使ってみた感想としては、めちゃくちゃ書き心地が良かったです。ボディは真鍮が使われているってことでかなりずっしりとしていて、それで合成感がね非常に高いんですよね。そのずっしり感からくるしっとりとした書き心地が本当に気持ちいいんですよね。契約書にサインするときなんかはこれでサインしたいなと思うぐらい本当にいい書き心地のボールペンでした。39本目、ウォーターマンメトロポリタンエッセンシャルブラック CT でございます。税込み11,000円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらもメーカーさんからお借りしました。先ほど紹介したエキスパートよりもちょっと細身なボディとなっていまして、手が小さい女性の方とかでも使いやすいボールペンになっているかなと思います。全長もエキスパートよりも8ミリほど短くなっているので、コンパクトになっているということで、スーツの胸ポケットに挟んだり手帳に挟んだり、すごい持ち運びに特化したそんなボールペンかなと思います。重量も重たすぎるわけではないので、持ち運びに関してはこちらの方がいいかなと思います。ウォーターマンのペンの特徴として、クリップの部分にスリットが設けられているんですよね。ここに穴が開いていることで、スーツの胸ポケットに刺した時にスーツの生地が見えるので、コーディネートの一部としてね、すごいおしゃれになるんですよね。40本目、エステー・デュポンデフィミレニアムでございます。価格が税込み48,400円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらもメーカーさんからお借りしました。エステー・デュポンっていうのはフランスのライターとか筆記具を展開する高級ブランドです。そんなブランドのデフィというモデルがこちらなんですけれども、デフィはフランス語で挑戦を意味します。こちらのデザインは全体的にブラックとガンメタルの2色で統一されていて、非常に落ち着いたかっこよさがあります。クリップの部分は可動式クリップになっていたり、金額こそすごい高いんですけれども、しっかりと作り込まれたそんなボールペンですね。このボールペン使ってみた感想としては、めちゃくちゃインクが良かったですね。本当にパイロットのアクロインキに並ぶんじゃないかっていうぐらい滑らか
なインクでめちゃくちゃスイスイ書くことができました。ボールペン自体結構重たいんですけれども、この滑らかさのね、おかげでそんなに重さを感じずに書ける非常に実用性の高いボールペンだなと思いました。41本目、オロビアンゴのラ・スクリベリアでございます。税込み5500円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。オロビアンゴはイタリアのファッションブランドとなっています。そんなファッションブランドが手掛けるボールペンがこちらなんですけれども、ラ・スクリベリアは心地よく書けるという意味が込められています。ボディの重さは 25g と見た目の割に軽く感じて、実用性の高いボールペンかなと思います。クリップは十字架のようなデザインになってたり、中央のリングにはイタリアの国旗があしらわれていたり、本当に特徴的なデザインですね。42本目、カベコスペシャルのボールペンでございます。僕が持っているこちらは限定色のブルーなんですけれども、今回本で掲載したカラーはブラックとなっています。ブラックはメーカーさんからお借りをして掲載しております。カベコスペシャルといえばシャーペンが学生さんの間ですごく有名なんですけれども、実はボールペンもあります。シャーペンと比べるとどうしても少し重たいボディになってしまうので、取り回しはめちゃくちゃ最高かと言われたらそんなこともないんですけれども、でもこのカベコのシンプルで特徴的なデザインっていうのがボールペンでも楽しめるっていうのは魅力かなと思います。43本目、カランダッシュの849ブリュットロゼでございます。税込み7150円、ノック式の油性ボールペンです。カランダッシュはスイスの筆記具ブランドです。スイスといえば高級腕時計がね、すごく有名で、非常に緻密で美しいものづくりっていうのが特徴なんですけれども、カランダッシュのペンもすごく美しいです。849はカランダッシュの中でもオフィスラインと言われるお手頃なモデルとなっています。鉛筆をモチーフにした特徴的な六角形のデザインとコンパクトなボディというのが特徴です。コンパクトなので非常に持ち運びしやすくて、手帳に入れて使っているって方も多い、そんなボールペンですね。849はボディと先端の口金のパーツが全部一つのね、一体化のパーツになっているんですよね。インクを交換するときは後ろのキャップを回して開けることでリフィルを取り出すことができるんですけれども、部品が少ないということで、その分ね、見た目も美しくなっています。カランダッシュのボールペンにはゴリアットカートリッジというリフィルが使われていて、なんと約 8kg のね、筆記距離を誇る超大容量インクなんですよね。なので普段使っててインク切れのね、心配も少ないということで、そういうところもありがたいかなと思います。44本目、カランダッシュエクリドールアベニューでございます。税込み29,700円。こちらは僕がチャンネル登録者数21万人記念で購入したボールペンですね。エクリドールは849の高級モデルといったね、位置づけで考えていただければいいかなと思います。849はボディにアルミが使われていたんですが、エクリドールは真鍮が使われたボディということでかなりずっしりとしていて、より細かいところまで作り込まれたそんなボールペンとなっています。僕が購入したこちらのアベニューという模様なんですけれども、スイスのジュネーブの石畳から着想を得た模様となっています。結構深めに溝が均一に彫られているので、コンパクトボディながらにかなりの存在感がありますね。真鍮ボディなので、その分しっとりとした重厚な書き心地を楽しむことができます。45本目、カランダッシュのバリアスエボニーローズゴールドプレートでございます。お値段が12万1000円ということで、今回掲載する73本の中で一番高級なボールペンです。こちらもノック式の油性ボールペンとなっています。僕が50万人記念の時に購入したボールペンがこちらですね。スイスの高級筆記具ブランドカランダッシュの中で最高峰と言われるモデルがこちらのバリアスシリーズなんですけれども、こちらはバリアスシリーズの中でもエボニー、いわゆる黒炭の木が使われた究極の木軸ペンとなっています。黒色のエボニーの部分とローズゴールドのね、この組み合わせが非常にかっこよくて、僕自身筆箱に入れてよく使っているボールペンとなっています。正直こちらのペンはデザイン重視なペンだなって感じがして、あまり握りやすいペンではないんですけれども、でもこの圧倒的な重さからくるね、この圧倒的な書き心地っていうのはめちゃくちゃ書いてて楽しいので、本当に所有欲が満たされるボールペンとなっています。46本目、カランダッシュレマングランブルーでございます。お値段が税込み93,500円。回転繰り出し式の油性ボールペンとなっています。こちらはメーカーさんからお借りしました。
カランダッシュの中で最も装飾が美しいモデルがこちらのレマンなんじゃないかなと思うんですけれども、これ本当に肉眼で見たらマジで美しいです。このボディの部分は湖の波紋を表現した模様になっていて、非常に立体感のある模様となっています。ツイストしてリフィルを出すんですけれども、このツイストしてる時にね、この波紋がゆらゆらと揺れ動くのが本当に見てて楽しいなと思います。クリップの部分も可動式クリップになってて、そういうところもね、さすが高級ボールペンだなと思いますね。こちらのペン、実際ね、めちゃくちゃ重たいんですよね。なんと 48g もあるということで、非常にしっとりとした書き心地を楽しむことができます。ザ高級ボールペンって感じですね。47本目、グラビタスペンのツイストスキットルマットでございます。税込み 15,400 円。回転繰り出し式のボールペンです。グラビタスペンというブランドはアイルランドのブランドです。一生使えるプレミアムペンブランドを作りたいという信念から誕生したブランドとなっていまして、本当にこのペンはね、一生持っておきたくなるほどの所有欲を満たされるボールペンとなっています。なんとこのペン 82g もあるんですよね。通常ボールペンっていうのは 30g を超えたら結構重たいなと。で、40g を超えたらもうかなり重たいなというふうに感じるんですけれども、もう82g ということで、もう半端ない重さのボールペンとなっています。ボディは全身肉厚なステンレスでできていまして、表面には窒化チタンレインボーコーティングというのが施されています。この玉虫色のボディというのが見る角度によってピンク色に見えたり、鮮やかな水色に見えたり、本当にね、美しいボールペンとなっています。実際にこのペンで書いてみても、もう本当に重すぎて正直めちゃくちゃ書きにくいです。なんですけれども、圧倒的所有欲が満たされるボールペンなので、そんなにたくさん文字は書かないけど、なんかかっこいいロマンのあるボールペンが欲しいなって考えている人には、このペンなかなか刺さるんじゃないかなと思います。48本目、クロスセンチュリー2でございます。16,500 円。回転繰り出し式の油性ボールペンですね。これは僕が21歳の誕生日にもらったボールペンですね。クロスは1846年創業のアメリカの筆記具ブランドです。かなり歴史のあるアメリカのブランドなんですけれども、歴代のアメリカ大統領が愛用していることでも知られています。こちらはグレーとブラックのね、この組み合わせのボールペンとなっているんですけれども、本当にかっこいいですよね。MacBook のね、隣に置いて使いたくなるような、そんなボールペンになっています。49本目、スティルフォームアーク。税込み 28,600 円。キャップ式のゲルインキボールペンです。スティルフォームは比較的新しいドイツの高級筆記具ブランドです。スティルフォームの特徴はネオジム磁石がペンの中に入っているっていうところですね。こちらはキャップ式のペンなんですけれども、磁石の力で留めるといった方式になっていまして、この磁石のね、クリック感がすごい気持ちいいんですよね。キャップを開けるときはそのまま引っこ抜こうとすると引き付け合う力が働いてちょっとね抜きにくいので、90度キャップをこうやってくるっと回転させることで反発する力に変わって簡単にキャップを取り外せるようになります。かなりシンプルなデザインのペンなんですが、ボディにはチタンが使われています。チタンは軽くて強くて錆びにくいといったハイスペックな金属です。iPhone 15 Pro でも使われている金属ですね。でも加工が非常に難しいということで結構高級な金属なんですけれども、それがボディの全てに使われているといった非常に贅沢なボールペンとなっています。こちらのボールペンは中にパイロットのジュースアップのリフィルが装着されているんですよね。ロマンのあるボディだけじゃなくて非常に滑らかな書き心地というのも楽しむことができます。50本目、スティルフォームペン。税込み 27,500 円。油性ボールペンです。こちらのスティルフォームペンがスティルフォームの中で最も代表的なモデルとなっています。こちらももちろんネオジム磁石が搭載されていまして、ノックをするときに程よいねクリック感を感じるので、すごいね使ってて気持ちがいい、そんなボールペンとなっています。スティルフォームペンは黄金比を取り入れたシンプルデザインとなっていて、一見するとめちゃくちゃシンプルなんですけれども、かなり考えられた、誰が見ても美しいデザインというのがこのペンの特徴です。こちらもチタンがボディに使われているボールペンです。リフィルは G2 規格の金属製のリフィルが使われているので、ボディもリフィルも全て金属で非常に合成感の高いボールペンで、書いてて楽しい、そんなボールペンです。高級ボールペンにふさわしい書き味を楽しめるボールペンとなっています。
51本目、ステッドラーの 42525F9-1 でございます。こちらは限定色のオールブラックですね。価格が税込み2750円。ノック式の油性ボールペンとなっています。こちらのボールペンはステッドラーの代表的なシャーペンである92525、92535のデザインをベースにしたボールペンとなっています。ボールペンでは珍しくかなりスリムなボディとなっています。こちらは限定色のオールブラックということで、ロゴの部分まで黒になっていて、正直ロゴは見にくいんですけれども、この統一感がね、なかなかかっこいいですよね。実際に書いてみると、なんかね、シャーペンで書いているようなフィーリングに陥るんですよね。シャーペンが好きっていう人でもね、刺さるボールペンかなと思います。こちらは限定色なんですが、通常色でシルバーが展開されているので、気になる方はね、そちらチェックしていただければと思います。52本目、ステッドラー TRX でございます。税込み5500円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらはメーカーさんからお借りしました。ステッドラーの TRX は三角ボディの回転繰り出し式のボールペンとなっていて、ペンの後ろの方まで三角形になっているのって結構珍しいなと思います。こちらのボールペン使ってみた感想としては、全てが平均点みたいな感じでしたね。特に大きい欠点もなければ、すごいずば抜けていいところもないかなといった感じなんですが、いい意味で癖が強すぎないボールペンなので、普段使いで使えるボールペンかなと思います。53本目、ステッドラーのコンクリートボールペンでございます。税込み3850円。ノック式の油性ボールペンですね。このペンは本当に変わったボールペンですね。ボディには名前の通りコンクリートが使われているっていうことで、かなり存在感がある超太軸ボールペンとなっています。結構重たいボディなので取り回しはかなり悪いです。実用性はかなり低いボールペンかなと思うんですけれども、話題作りにはね、いいかもしれないですね。コンクリートの部分は六角形になっているんですが、正六角形ではなくてちょっといびつな六角形になっているんですよね。なんかすごい手作り感があって面白いボールペンだなと思います。54本目、ディプロマットアエロでございます。税込み22000円。回転繰り出し式の油性ボールペンとなっています。こちらのボールペン紹介するのは初めてなんですが、実は前々から机の上に置いていたので気づいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ブランド名であるディプロマットっていうのは外交官という意味があります。いろんな国で活躍する外交官のように世界的なブランドになることを目指して付けられたブランド名となっています。こちらのアエロというモデルは航空とか飛行機を意味していて、飛行船をモチーフにしたデザインとなっています。こちらはサンセットオレンジっていうカラーなんですけれども、本当に実物めちゃくちゃ綺麗ですね。グリップと上の軸の部分には16本の細かい溝が設けられているので、ペンを回していくとできる影が非常に美しいです。かなり太軸で存在感のあるボールペンなんですけれども、机の上に飾っておきたくなってしまう、そんなボールペンですね。55本目、パーカー IM でございます。税込み5500円。ノック式の油性ボールペンです。パーカーはイギリス王室御用達の筆記具ブランドでございます。イギリスを代表する高級筆記具ブランドと言ってもいいでしょう。こちらの IM はブラックのボディにゴールドのね装飾が付けられていて、非常にクラシカルでビジネスシーンでマッチするそんなデザインとなっています。リフィルはパーカータイプ、いわゆる G2 規格のねリフィルが搭載されています。パーカータイプのリフィルは世界中の多くのブランドで採用されている規格なんですけれども、どうしてパーカータイプと言われているのかというと、パーカーが一番最初に開発したリフィルだからです。なのでボールペンとしての歴史も感じられるブランドとなっています。パーカーの IM はすごいかっこいいんですけれども、ちょっと握りにくいなっていうところがあるので、そこは注意が必要かなと思います。56本目、パーカーアーバンプレミアムネイビーブルーシズレ CT でございます。税込み6600円、回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらはパーカーの中でもアーバン、いわゆる都会的なボールペンとなっていますね。クリップの部分にはパーカーを象徴する矢羽クリップが付けられていて、これがあることで一目でパーカーのボールペンだというのがわかります。グリップの部分が膨らんだ美しい流線形のボディとなっていて、非常にデザイン性の高いボールペンかなと思います。57本目、パーカージョッター XL でございます。税込み4400円。ノック式の油性ボールペンです。パーカーの中で最も代表的なボールペンがジョッターっていうモデルなんですけれども、ジョッターの大きいサイズとして展開されているのがジョッ
ター XL でございます。一回り大きくなっているんですけれども、今の時代に合ったちょうどいいサイズとなっています。こちらは全身ブラックのね、ボディでめちゃくちゃかっこいいですよね。個人的には高級筆記具のエントリーモデルとしてこちらのボールペンおすすめかなと思います。なんかいいボールペン買いたいなって考えている方はぜひね、こちらのボールペン候補に入れてみてください。58本目、パーカーのソネットプレミアムしずれ GT でございます。税込み 49,500 円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらはメーカーさんからお借りしました。今回掲載するパーカーの中で最も高級なモデルがこちらです。ボディは全体的にしずれパターンといって格子状の模様になっているんですけれども、ヨーロッパブランドらしいゴージャスさを感じるボールペンとなっています。このしずれパターンはデザイン性の高さだけじゃなくて握った時も滑りにくくなっているんですよね。なのでこう見えてグリップ力もなかなか高かったです。最高峰モデルってこともあって非常に書き心地もしっとりとした感じで書いてて楽しかったですし、実用性も高いボールペンでしたね。59本目、ファーバーカステルのエモーションでございます。税込み 11,000 円。回転繰り出し式の油性ボールペンとなっています。ファーバーカステルはドイツの筆記具ブランドとなっていまして、特に鉛筆において歴史があるブランドとなっています。こちらのエモーションというモデルはかなりぷっくりと膨らんだ可愛らしいデザインが特徴です。非常にショートボディなので持ち運びもねしやすいかなと思います。クリップは可動式クリップになってて割とお金かかってますね。軸の部分は梨の木が使われた木軸ペンとなってまして、この温かみがねまたいいですよね。金具の部分にはクロームコーティングっていうのが施されていてかなり綺麗に反射をしています。この温かさと綺麗さのねこの2つが組み合わさったおしゃれな木軸ペンとなっています。60本目、ファーバーカステル伯爵コレクションクラシックエボニープラチナコーティングボールペンでございます。税込み 61,500 円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。ファーバーカステルの伯爵コレクションっていうのはファーバーカステルの中でもワンランク上な高級ブランドとなっていまして、お値段もなかなかにお高いんですけれども、こちらは実物見たらめちゃくちゃかっこよかったですね。軸にはエボニー、いわゆる黒炭の木が使われています。エボニーの部分は縦に線がね入った立体的な装飾がされていて、ヨーロッパの大聖堂とかの柱のようなねデザインになっててめちゃくちゃ風格があります。このボールペンを使っているおじさんがいたらめちゃくちゃイケおじだなって感じる、そんな激渋なボールペンとなっています。61本目、フィッシャースペースペンのリアルブレッド338でございます。税込み 8,800 円。キャップ式の油性ボールペンです。フィッシャースペースペンっていうのはアメリカの筆記具ブランドです。このボールペンは弾丸ボールペンと僕呼んでいるんですけれども、実はこのキャップの部分は本物の薬莢が使われているんですよね。こちらの薬莢は長距離スナイパー用の薬莢を使っているってことで、なので見た目はめちゃくちゃ物騒なんですけれども、一応火薬は入ってないので持ち運んでも OK なボールペンです。ただ弾丸みたいに見えるだけじゃなくてインクもなかなかこだわってまして、なんとNASA と共同開発したインクが使われています。宇宙でも使えるようにということで、上向きでも水中でも無重力空間でも100年以上保管しても筆記が可能な、そんな究極なリフィルが使われています。ボディが全体的に剥き出しの真鍮で作られているということで、指が金属臭くなってしまうので、そこはね、注意かなと思います。62本目、ペリカンスーベレーンの K400 でございます。こちらはブルーストライプですね。税込み 38,000 円。ノック式の油性ボールペンです。こちらメーカーさんからお借りしました。ドイツの老舗万年筆ブランドであるペリカン。ペリカンの筆記具は僕自身ね結構前から憧れてはいるもののなかなか買えてなくて、今回の動画で初めて登場します。ペリカンといえばこの縦方向のねストライプ柄が非常に有名なんですけれども、やっぱりね実物見るとめちゃくちゃかっこいいです。本当に動画で撮っててもなかなか映えるので撮ってて楽しかったですね。ノックキャップの天井のところにはペリカンのロゴが刻印されてて、クリップのデザインはペリカンのくちばしをモチーフにしたデザインになっているんですよね。これ可愛いなと思いました。ブルーのストライプとゴールドの金具の組み合わせがなかなか高級感があってかっこいい、そんなボールペンですね。続いて63本目、ペリカンのスーベレーン K800 でございます。税込み 52,800 円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらもメーカーさんからお借りしました。
先ほどの K400 はノック式の油性ボールペンだったんですが、こちらの K800 は回転繰り出し式の油性ボールペンとなっています。数字が大きいということで、ペンのサイズ自体もかなり大きくて、重量もかなりずっしりとしたスーベレンシリーズの中でも高級なモデルとなっています。回転繰り出し式ということで、ノック音がしないので非常に静かに使えるということで、ビジネスシーンでも使いやすいボールペンかなと思います。値段も風格もこれぞ高級筆記具といった感じですね。K800 はちょっと重たいので、実用性を重視して考えたいって方は、軽量な K400 の方がおすすめですね。64本目、モンブランスターウォーカーデュエブラック×シルバーのボールペンでございます。税込み71,500円。回転繰り出し式の油性ボールペンですね。モンブランは世界最高峰の筆記具ブランドとして非常に有名なブランドです。文房具に興味がない人もモンブランのペンはビジネスマンなら1本は持っておきたいみたいにね考えている人も多いぐらい非常に世界的に有名なブランドです。スターウォーカーはモンブランの中でもモダンなシリーズとなっています。スターウォーカーの一番の特徴はこの転換部分ですね。モンブランを象徴するホワイトスターが立体的にあしらわれております。この水色の部分は地球を表しているんですけれども、この水色の部分が見る角度によって見え方が全然変わってくるので、すごくね見てて美しいなと思います。スターウォーカーは星の中の散歩というのをイメージしたコレクションになっていまして、この水色の部分は地球を表していて、このボディの黒い部分は宇宙を表しています。そんなかなりロマンチックなモデルなんですけれども、やっぱりさすがモンブランということで書き心地も非常にいいですね。家でお酒を飲みながらこのペンを眺めたくなってしまう、そんなロマンあふれるボールペンです。65本目、ラミーアルスターのオールブラックボールペンです。税込み4400円。ノック式の油性ボールペンですね。こちらメーカーさんからお借りしました。ラミーのアルスターは、後ほど紹介するラミーのサファリの上位モデルといった位置づけですね。ラミーのサファリはボディの部分が樹脂なのに対して、アルスターはアルミが使われているということで、合成が少し高くなった、そんなモデルです。ボディの部分は透明な樹脂になっていて、中のリフィルを見ることができます。ノック部分はペンテルのスマッシュみたいなデザインになってて、これがあることでデザインに統一感を持たせています。66本目、ラミーノトブラック&シルバーのボールペンでございます。税込み2200円。ノック式の油性ボールペンですね。こちらもメーカーさんからお借りしました。こちらのボールペンは非常にシンプルなデザインなんですけれども、このボールペンは日本人デザイナーの深澤直人氏によってデザインされました。必要のない装飾は取り除いた引き算のデザインというのが特徴で、クリップの部分がボディに埋め込まれたようなデザインになってたり、ノック部分が楕円形になってたり、ボディは三角形になっていたりと、かなり特徴的ですがシンプルな美しいデザインとなっています。机の上をシンプルにしたいとか、そう考えている人に結構おすすめできるボールペンですね。67本目、ラミーピコでございます。税込み8800円。ノック式の油性ボールペンです。こちらもお借りしました。このボールペンをお借りしてめちゃくちゃびっくりしたのが、ノックをするとペンが伸びるんですよね。使うときは普通に文字が書けて、で使わないときはめちゃくちゃちっちゃくなるので、非常に持ち運びがしやすいといったかなりユニークなボールペンとなっています。ノックをする前はわずか 92mm なんですが、ノックをすると 123mm に伸びるということで、ノックをする前と後で3センチも長さが変わるんですよね。これはなかなか面白いなと思いました。クリップはついていないんですが、ラミーのロゴがあしらわれた装飾の部分が少しボディからニョキッと出っ張っているので、転がりにくいような配慮がされています。このペンは持ち運びたい人にね、おすすめできるボールペンかなと思います。68本目。ラミーサファリでございます。こちらは限定色のクリームというカラーです。税込み2750円。ノック式の油性ボールペンですね。ラミーはドイツのデザイン筆記具ブランドなんですけれども、非常に世界中にファンの多いブランドです。そんなラミーの中でも最も人気なのがこちらのサファリでございます。もともと自動用に開発されたボールペンということもあって、グリップのところに3箇所のくぼみが設けられているので、正しい持ち方に導いてくれます。ボディは樹脂でできているってことで、軽量で書きやすいボールペンとなっています。ラミーのアイコンにふさわしいボールペンかなと思います。69本目。
ラミー2000のブラックウッドのボールペンでございます。税込み22,000円。ノック式の油性ボールペンです。ラミー2000は1966年に発売されたモデルで、その開発当時、西暦2000年になっても色褪せないデザインというのをコンセプトにデザインされました。そのコンセプト通り50年以上経ったとは思えないほど、本当に今でもね、通用するおしゃれなデザインですよね。こちらはラミー2000の中でもブラックウッドが使われた木軸モデルとなっています。別名グラナディラという木でございまして、非常に黒くて硬くて重たい、そんな木材となっています。実際に使ってみても全体的に完成度が非常に高いボールペンだなと思いました。普段使いでもおすすめできますし、結構ギフトとかでもね、おすすめできるボールペンかなと思います。70本目、ロットリング600でございます。税込み3630円。ノック式の油性ボールペンです。ロットリングはドイツの政治用品ブランドです。日本だとシャーペンが有名なんですけれども、ロットリング600はボールペンもあります。ロットリング600はフルメタルボディとなっていまして、かなりがっちりとしたね、ドイツらしい剛性感を楽しむことができるボールペンです。ペン先の口金の部分もかなりね、シュッと細くなっているので、ペン先の視界もいい、そんなボールペンかなと思います。71本目、ロットリング800です。税込み8800円。回転繰り出し式の油性ボールペンです。こちらメーカーさんからお借りしました。ロットリングの最高峰モデルがロットリング800でございます。ロットリング600と800、何が違うのかというと、600はノック式のボールペンなのに対して800は回転繰り出し式のボールペンで、ちょっとゴールドのね、金具が使われていて、最高峰にふさわしい品格があるというところですね。回転繰り出し式なんですが、先端のゴールドの金具も一緒にね、引っ込むというところで、使ってない時はかなりコンパクトにね、収まるっていうのが特徴かなと思います。ペン先が丸ごと引っ込むので、ちょっとペン先のね、ガタつきはどうしても気になってしまったんですが、武骨ながらも上品さのある非常に美しいデザインで、これ正直欲しくなっちゃいましたね。72本目、ロットリングラピッドプロ、税込み4400円。ノック式の油性ボールペンです。こちらもメーカーさんからお借りしました。ロットリングといえば結構ゴツゴツとしたね、ボールペンというイメージなんですけれども、こちらはどっちかっていうと一般向けの高級ボールペンといった感じで、少しゴツゴツ感が少なくなったビジネスシーンでも使いやすいボールペンかなと思います。ラピッドプロのね、すごい好きなところは、このローレットグリップのデザインなんですよね。本当にきめ細かいローレット加工が施されていて、かなり美しいです。ここまで美しいローレットグリップってなかなかないので、ラピッドプロ買ったらね、このローレットグリップ眺めてほしいんですけれども、ちょっとね、ヤスリのような触り心地なので、長時間使ってると指が痛くなってしまうかなっていうのは注意が必要です。ヤスリのような触り心地なので、ジャラジャラ収納するような筆箱には入れない方がいいかなと思います。ペンの中心部分にはロットリングの信頼の証である赤い輪っかが付けられています。最後になりました。73本目はロディアのスクリプトでございます。税込み2750円。ノック式の油性ボールペンですね。こちらは限定色のターコイズなんですが、定番カラーとしてはオレンジ、ブラック、シルバーの3色がラインナップされています。ロディアはフランスの文房具ブランドとなっています。ブロックメモがね、すごく有名なんですけれども、実は筆記具もね、ラインナップしてまして、その中のボールペンがこちらのスクリプトとなっています。ボディはアルミでできているんですけれども、表面にはヘアライン加工が施されていて、かなりね、重厚感がありますね。価格が2750円ということで、海外のボールペンの中では比較的お手頃なんですけれども、でも価格の割にかなりね、質感が高いボールペンとなっていますね。かなり柔らかいノック感っていうのも特徴です。一般的なボールペンと比べるとショートボディになっているので、結構持ち運びしやすいボールペンかなと思います。はい、そんな感じでシーサーのボールペン辞典に登場する73本のボールペンを全て紹介してきました。今回動画では時間の都合上概要だけさらっと紹介をしてきたんですけれども、もっともっとね、詳しいレビューを見たいっていう方は、ぜひシーサーのボールペン辞典をご購入いただければと思います。今回僕が持っているボールペンだけじゃなくて、メーカーさんから特別にお借りしたのもあるので、本当にご協力いただきありがとうございました。本当に普通じゃなかなか作れないような本と動画が作れたと思うので、本当にね、楽しんで見ていただけたらそれだけで嬉しいです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ご視聴
ありがとうございました。